椿だぜ。チカなのよ。さあ、今日はどんなゲームで遊ぶのかな？今回はこちら、機動戦士ガンダム、連邦 VS ジオン、デラックス。権利関係が若干ややこしいので、その辺は地政学で見ていくわよ。バンダイのロゴがついてるが、開発はカプコンなのよね。カプコンの悪癖、勝手に作って後から許可を取りに行くストロングスタイル。つばちか。はい、先生です。ほい、生徒だぜ。ゲームの前にゲームのお勉強、ゲーム地政学のお時間です。これはね、アーケードでも遊んだし、家庭用も買ったよ。面白いゲームだったな。家庭用の販売元はバンダイだけど、アーケード版の販売元はバンプレスト。開幕でも述べた通り、開発はカプコンなんよね。はい、こちらは不具合の修正や、新規のモビルスーツを追加したパワーバージョン。いわゆる無印版は同年の3月にアーケード稼働しているわ。無印は家庭用には出てないんだっけ？後から出たドリームキャスト版は無印とデラックスのセット販売になっているわ。無印が遊べるのはドリキャだけ。ドリキャス版はオフラインでは1人プレイ専用。PS2 版は画面分割で2人で遊べるタイトルなのよ。今回は2人同時プレイでアーケードモードをプレイするぞ。画面分割の2人同時プレイ、かなり画面がうるさい展開で通すなのよ。2回見ればいいんじゃないかな。本作がどんなゲームか軽く説明できるかしら？これはなかなかに革新的なタイトルだったのよ。3D ベースのフリーラン式のアクションゲームでいいのかな。公式にはチームバトルアクションというジャンルになっているわ。カプコンが勝手に作っておおむね出来上がった段階でバンダイに営業をかけるってイカれた開発環境だったんよね。はい、許可も取らずに版権物をノリノリで作ってしまう。これは正直カプコンのやんちゃな部分だと思うわ。バンダイさんに持ち込んでプレゼンを行うも割と渋い顔されたって話なのよね。純粋に出来が良かったからね。こんなもん出されたらうちのポンコツなガンダムゲーが売れになるやろがいと怒られたの。でも一生懸命作ったものなので何としても世に出したい。最終的にソースコードごと譲るってことになったのよね。設計図ごと渡すので続きはそっちで作ったらええがな。なんなら続編の開発も手伝う。そこまで言ってなんとかお許しを得たのよ。バンダイにとってもびっくりすぎるだろう。普通ではありえない棚ぼた案件。以後も人気のシリーズとしていっぱい出るのよね。システムとしては初期の段階でおおむね完成しているタイトルとも言えるわね。基本的なシステムについて解説できるかしら？敵を倒すと敵の戦力ゲージが減る。倒されるとこっちの戦力ゲージが減る。先にゲージを全て失った方の負け。ルールはシンプルね。使用するモビルスーツによってコストが異なるのよ。強いやつほどコストが高い仕様なんだ。ジムなら3回落ちても大丈夫。ガンダムは2回落ちたらアウトなのよ。総コストは600、ジムのコストは195だがガンダムのコストは375となっている。無印とデラックスでもコストが調整されているのよね。全体的に引き上げられているわね。無印の時はギャンとゲルググが1回ずつ落ちてもちょっと残ってたんだけど、デラックスではギャンのコストがアップ、ゲルググと同じ300機体にされたので1回ずつ落ちたら終わるようになったわ。ポンコツはなるべく安い機体を使おうね。基本的には高コストと低コストのペアが安定なのよね。操作系もシンプルなゲームだ。射撃と近接の2種類の攻撃、あとはジャンプというかブースト、そしてロックオンの切り替えボタンだな。同時押しによる特殊枠やダッシュを絡めた攻撃なんかもあるわ。対戦ツールとしても優秀だったのよね。基本的なルールとしては2対2のチーム戦。お友達と一緒に乱入するって感じのゲームなのよ。今流行りのクランバトル、マブ戦術だ。タイマンの格ゲーとは違うからね。目前の敵だけ見ていると横からぶち抜かれるのよ。もう一体の敵がどこにいるのか常にレーダーを確認しながら戦うのだ。2対1になったら割と絶望的だからね。仲間が落ちたら一旦引いて足並みを揃えるのも重要だ。危なくなる前に逃げるのよ。はい、ゲームの前に前回イザルト。私また何かやっちゃいました？はい、なんとミスが検出されませんでした。本当にいい？グリアッチョウはわざとだからね。はい、私は1コインよ回復。コインよもわざとなのよ。これはイアンホホみたいなスラングだからな。私はヘッドホホハ。つばちか。尺の都合もありますのでオープニングはカット。早速始めていこうね。今回はジオン側でプレイ。私はシャアを使うぞ。最初のステージはどこでもいいわよ。桜間監査学で任意に決めることができるプレイヤーネーム。特定の名前で始めると演出が変化するのだ。残念ながら緑の異教授は不在です。ということで私のマブはララーになりました。なるまでもよかったんだけどね。ハモンさんだ。各地帯で敵部隊を捕捉。敵モビルスーツ部隊を撃破してください。わざわざのお見送りには恐縮する。頼むぞ記者。
勝利の栄光を君に。はい、私は地上も宇宙もシャーザクで行くぞ。私は地上でグフ、宇宙ではシャーザクを選んだわ。見せてもらおうか。連邦軍のモビルスーツの性能とやらを。はい、これ両方見るとか無理だからどちらかに集中してみてくれよな。一粒で見て美味しい動画なのよ。基本的にジオンで遊ぶことが多かったよね。連邦で遊ぶとね、敵のモビルアーマーがうざいのよ。そういやこのステージにもアッツァムと書いた気がするわ。陸ジム一気撃破だ。そういやさ、ていてい、こっちも片付けたわよ。正面のやつは私が叩こう。じゃあガンタンクの方行くわね。撃たれた。ガンタンクに撃たれた。後ろに物をつけなさい。むちゃくちゃな指示だよ。それは。やあ、あのタンクマジで許さんぞ。ロックオンマーカーに注意せんとな。うわ、もう持ちません。はいよ。こっちは装甲も耐久もペラインやで。一旦このタンク仕留めるわよ。こいつは生かしておくとろくなことす。うわ情けないやつ。それガラーに言われたら立ち直れんよ。弾が切れた。あかんあかん、2匹おる。下がるわ。引き離さんと。乱戦になると厳しい。ジオンで遊んでるとどうしても敵の種類が少ないって難点もあるわね。デラックスで連邦側に追加はあったんだけどな。肉眼に陸ジム、ボールの3機ね。こいつまだ生きてる。陸ジムめっちゃ歩いていくや。よし、ガンタンク撃破。こりゃあ飛燕竜神脚。極寒です。私の獲物だぞ。最小差だって戦場で手柄を立てて出世したんだ。俺だって。すいません、もう持ちません。やあかん、こいつ相当なポンコツやぞ。ふ我が軍の勝利だ。1面から2回落ちてんじゃねえぞこのポンコツ。3回落ちてないだけ偉い。ざっけんな、ぶっ殺すぞ。まあ、だんだん慣れてくるから。はい、初陣のリザルトです。キリキリ働け、二等兵が。私も3機落としてますし。2回も落ちたらそりゃ出世できないよ君。グレートキャニオンで敵と接触。味方モビルスーツを攻撃されないように気をつけてください。分かったよ、波兵。ガンダムでは便利屋的に色々な声を担当していた永井一郎さんね。連邦軍のモビルスーツの性能とやらを。ここは早めに向こうに渡りたい。谷底に落ちたら地獄だと思いなさい。よし、なんとか渡りきれた。あの野郎、やりやがったな。右にも反応。ガンダムだ。肉眼なら大したことないでしょ。そいつは任せるわ。陸地主がいてくるわ。厄介な方を押し付けないで。そいつ武装は 180mm でしょ。よく見ていれば大丈夫よ。陸眼は選べる武装が多かったのよね。マシンガンにビームライフル、ロケランに 180mm キャノン、ミサイルランチャーの5種類から選べるわね。ミサイルランチャーが楽しかった記憶があるぞ。落ちたか。遠いはせぬぞ。敵が段差に苦労してる感じなんだけど。無理に降りていかない方が良いわ。こっちは壁際でカメラがぐちゃぐちゃにされるけど CPU はそういうの一切気にしないからね。はい、一つ撃破。谷底からは早めに離脱しましょうね。さすがガンダム、硬い。後方からロックされてる。レーダー見ながら位置取りを考えるのよ。こいつは私が。まだやってたのか。ドアアイシャイ。横ステップで回避してから反撃を。よし、陸眼倒したぞ。もう次が来ているわよ。敵同士が近いな。混戦は避けたい。なんとか一匹引っ張れんかしら。まだ半分くらい残ってるのか。うわわ、着地をしっかり狙い撃たれた。本戦術の一つよね。ブストは使い切らないのが見せろ。あかん、弾切れや。クラッカー投げとこ。あかんって損傷甚大。なんとか耐えなさい。もうおりゃ。よし、陸ジム撃破。うわまたですか。まずい。損傷甚大。スタートボタンで通信を送る機能はなくなったのか。横でやってんだから不要でしょ。そうではあるんだけど。よっこいしょ、せいや。陸ジム成敗した。うわわ、誰ぞ。正面の陸眼にめっちゃ撃たれてたで。この感じ、陸眼落としても終わらんのよね。CPU 側のコスト明らかに低い設定になってるんよね。プレイヤー側の半分のコストなのよ。不平等ルールなのだ。くっそ、微妙に落としやがって。マジか、感じに弱ってババ。シャーザクが195、グフが200、合算で3回までなら耐えられるコストなのよ。
こっちも微妙に残る感じの采配である。グフグフなら3回目で終わり。シャーザクの195ってコストは絶妙なラインなの。そこで9作にしたところで1回多く落ちたりはしないのよね。9作2回でも結局4回目落ちたら終わりだからね。おっと、中域作戦だ。デラックスで追加された宇宙空間での戦闘ね。宇宙要塞ソロモンに敵部隊が現れました。敵モビルスーツ部隊を撃破してください。中域戦闘では地面がない、つまり着地硬直もないってことだ。見せてもらおうか。連邦軍のモビルスーツの性能とやらを。はっきり言ってあんまり面白くはないのよね。適当に遠距離から打ち合いしてるだけになりがちよね。あんまり見どころもないので以後の中域戦闘はカットします。雰囲気作りとして入れておきたい気持ちはわかるんだけどな。敵はジムとゴールね。ゴールはコストがくっそ安いんよね。ゲーム内で最低の100コスト機 CPU 相手だと50コストになっているが、10回落としても終わらないのか。基本的にはスルー水晶、サポとして飛んでるコアブースターにタで座れるので注意よ。今フリーザ様のデスビームみたいな音がしてたぞ。合否。どうでもいい話なんだけど、大英の屋上にあったエアホッケーパックが側面に当たった時の音がエルメスのビームみたいな音だったのでね。コーンコーンってやつね。割と知ってる音とか似てる音には敏感に反応しちゃうのよね。ファイトフィーバーのコーンって音とか。あれはそのまんま流用やないか。あかん、弾が切れた。無理に近接戦闘する必要はないわよ。リチャージが遅い。無理しないでね。とはいえ手持ち草だ。突撃します。当たったならよし。チャージ完了。まだぞまだぞ。ロックサイトがかけないと言っても当たらんのだ。落としたぞ。これはジムを落としても終わらない感じだわ。ジムのコストって200くらい。シャーザクと同じ195よ。ジムと同等って考えるとしょぼいな。ジムは優秀なんやで。ミリ残しやがったな。この電子量ならゴールでいけるわ。よっしゃ、ボールを集中攻撃するぞ。撃ちまくれ。やっちまえ。危ね、もらった。珍しく落ちてないわね。距離取って撃ってるだけだったからな。それができるなら地上でも理屈は同じなのよ。出世したぞ、上等兵だ。私はお先に部長なのよ。私はモビルアーマーを2機撃破しているぞ。それボールやないか。はい、尺の都合で1ステージ飛ばして4でソロモンなのよ。ソロモン表面の敵を迎撃します。敵モビルスーツ部隊を撃退してください。見せてもらおうか。連邦軍のモビルスーツの性能とやらを。地面はあるけど区分的には宇宙なんよね。無印の時は終盤が宇宙扱いだったわね。いきなり宇宙用に乗り換えてくださいって言われてびっくりしたな。本作では最初に地上用と宇宙用を選んでおくスタイルになったわね。若干重力が弱いっていうか水中っぽい挙動になるんよね。あかん、2匹おるって。そのジムもらった。正直助かったわ。またコアブースター飛んでるわね。あいつ何本撃っても当たる気配がない。モビルアーマー一気撃破。それはただのボールですよ。こっちのジム行こう。近接を仕掛けるなら先に抜刀しておく必要があるのよ。援護します。ガンダムよ。ガンダムだ。この感じアムロか。この時代はまだ敵にネムドが出てこないわね。ゼータの時はヤサンに絡まれた気がするよ。武装がバズーカなので距離を取って撃ち合えば比較的安全よ。バズーカの弾は相殺できるんよね。数をばらまくマシンガンとは相性がいい相手よ。うわぁ、シカちゃんはやられた。作戦エリア外に着地した瞬間にやられる思ったわ。ガンダム撃破。やるじゃねか。エリア外に出ると強制的に戦闘エリア内に戻されるんよね。容赦のない大ジャンプでドッスン着地。そんなん余裕で刈り取られるわ。敵戦逃亡などジオンが認めるわけねえんだよ。うわぁ、ジムから目を離すからよ。2匹いたら逃げないとダメね。後方からロック、新手か。またガンダム来たよ。こっちのジムがもう片付くわ。取った。ご苦労、調子いいじゃないか。この BGM、このゲームのせいでリザルトっぽい印象ついたよね。作中ではガンダムが大気圏突入から生還した時の曲ね。ビニールコーティング。ビニール茶は映像回復します。ガンダムです。階級は変わらず。後半に続く。ツバチカ。ツバチカ。間すっ飛ばしてステージ9。ジャブローだ。連邦軍本部ジャブローを攻撃します。敵モビルスーツ部隊を撃破してください。見
見せてもらおうか。連邦軍のモビルスーツの性能とやらを。川の水深が結構あるので注意を。うわぁ BGM が愛戦士だな。ボーカル曲多めなのよね。うわぁミサイルランチャーのリクランか。危ね、マシンガンで相殺できたっぽい。川に落ちた。わっしょい。あかんな、2匹おるわ。こっち来いよ。うぎゃ。ありゃ、なんか変なところに落ちた。できればそこで戦いたいんだけど、全員集合するとカオスになるのよね。適当に言ってるわ。頑張って。いかなる時も冷静に。あかん、挟まれてる。クソが。こっちにロック来てないってことは、そっちに2つ行ってるよね JP。1つ。陸に上がって追加の敵を迎え撃つぞ。ランナー。うわ、ガンダムだ。やっべ、ビームライフル装備してる。うえー、痛いんご。困ったら横捨てくれんだ。もう持ちません。落ちとるやないか。そっちもやられとるやんか。切り替えていこう。違うねん。フライマンタちゃうねん。あかん、外に出てしもた。セーフ。うわ、ビームライフル。うわ、またさっきの穴だ。こっち入ってこいよ。あれれ、この中にも作戦エリア外があるのか。そこ、あんまり端まで行くとエリア外なのよ。肉眼発見。こっち来た。降りてこい。勝負しようぜ。ミサイルもマシンガンで相殺できるな。爆風には注意するのよ。あかん、やられる。マジか。損傷なし。ワンコンボで軽くに100持っていかれるわ。ガンダム来た。ガンダムを落とせば勝ちよ。うわ、びっくりした。ふっか。2対1を維持できてる間にボクすのよ。左から接近する熱源あり。もう一匹来た。覚悟を決めろ。落とせば勝ち。落ちたら負け。あかん。あかんてあかんて。ロー飛ばないねんて。間に合え。盾が吹っ飛んだ。ヒットロットを受けろ。危ない危ない。ギリギリだったわね。後ろから迫ってたやん。怖い。この連邦、ガンダムを潤沢に投入してくるわよ。それはあかんやろ。シュワルツェネッガーがいっぱいおる感じやん。チカちゃんに階級で追いついたぞ。勝利になったわね。はい、地上戦の後はジャブローチか。ここだけはシャーズ語に乗り換えたい感もある。ジャブロー地下の連邦軍本部に侵入しました。敵モビルスーツ部隊を撃破してください。見せてもらおうか。連邦軍のモビルスーツの性能とやらを。ここはなんかくらって視認性が良くない。しっかり見て行動するのよ。ジムを補足。これより交戦開始。もう一体の方を狙ってみるわ。A 漢字にヒット。A 漢字に置き攻めしたい。うわ。ジムのビームでも100以上食らう。ビーム注意。あかん。飽きまへんて。損傷甚大。近接攻撃だ。1対1なら冷静に。敵のマブは捉えたわ。2発目がスカってる。なんとかなった。ソリやソリや。どないや。出たな、ガンダム。またビームか。メタ的にはハンマーとかでも面白いんだけどね。クワは撃破されました。ジムを排除。うわ、ガンダム目の前におったわ。撃たれた。ヒートロッド。あかん。盾で防げたわ。陸ガンダム。バズーカかな。適当に料理してやろう。危ない。盾のおかげで助かったわ。ずるくない。って。お前もついとるやろ。取った。ちょい。ロック外れたと思ったらそっち狙ってやがったのか。待って、今度は私が2体に狙われてる。横軸に避けるか。ガンダム近い。近いって。チェックメイト。作戦成功だ。階級変わってない。私は注意になったわ。ちなみにララの作中の階級は勝位なのよ。尺の都合で最終ステージ。青バク。アーバオワク内部に敵が侵入。
敵モビルスーツ部隊を撃退してください。ガンキャノンさんおるで。そういや全然見なかったわね。見せてもらおうか。連邦軍のモビルスーツの性能とやら。ちょっと待って、マックがどうなったんかようわからん。一歩も動いてないのに迷子にならないで。とりあえずガンダムが見えた。キャノンにも注意するんやで。地味にバランスが良いのよね、キャノンさん。そっちロックしとるな、もろたで。うわわー、後ろから前から。ガンキャノンお前、ボコボコにされとるやないか。うわわ早いって。ー、ああなったら無理よ。うわ、目の前にガンダム3おるし。うわ、またキャノンかよ。近い近い近い。もう持ちません。お前マジか。一旦離れろや。ガンダム撃破。キャノンも仕留めた。間髪入れずに撃破しちゃうと元気なのが2匹同時に来ちゃうのよ。そっか、そういうことになっちゃうのか。多分ガンダムを倒せば終わるライン。キャノンの相手してますね。あかん。そっち向いてるわよ。うわわ、その隙は逃さん。仕留めきれんか。超い、ガンダム邪魔。流れ弾で倒すとかやるわね。車線に割り込んでくるからやで。最終的な階級は軍曹である。私は総長なのよ。少佐とか遠すぎなんだけど。はい。無事にクリアできたところでエンドロール。エンドロール中は本来なら井上大輔さんのビギニングが流れているのだけど、そのまんま垂れ流すと権利的にあかん感じなので、楽曲を差し替えております。ゲーム中も割と歌付きの BGM 流れていたけどな。効果音がやかましすぎて監視 AI にスルーされたのかしらね。それでええんならええんやけども。はい。無事にクリアできたところで雑にレビューしてもらえるかしら。懐かしかった。もっとキビキビ動いていたような気もするが、こんなもんなのかな。シリーズを重ねるにつれてゲームスピードがアップしている感はあるわね。2001年って年内からも、ちょうど格ゲーブームが一段落した頃のタイトルなんよね。そうね。格ゲーの代表作は格 S2。相応に盛り上がってはいたのだけど、カプコン的にはこれで最後のつもりで全力だった作品でもあるわね。そんな中でひときわ注目を集めていたのがガンダムだったのよね。全く新しい対戦ツールとして人気を博していたわね。いわゆる格ゲーファンだけでなく、ゲームから離れていた層にも届いた作品。普段あんまり対戦しない層なんかも結構遊んでいたのよね。若者からサラリーマンまで、幅広い層にアプローチできたタイトルなのよ。アッパーバージョンってこともあって、対戦ツールとしての完成度もアップしてるのよね。無印の頃は、ちょっとディレイかけるだけで簡単に永久コンボができたりもしていたのよ。なんかやってた気がするわ。とても人気が高いタイトルで、一部ではゲームセンターを過疎から救ったとまで言われているのよ。よく言ってたセガもガンダムが一番目立つ場所に置いてあったもんな。従来の格ゲーの島はお店の隅っこに追いやられていたわね。なんか、一段天井の低い薄暗いエリアに突っ込まれていたな。このゲームはやっぱり、2対2って部分で、新しい対戦スタイルを提供したって部分が大きいよな。局所的に優勢でも気が抜けない。テクニックも重要だけど、それ以上に、戦略的な駆け引きが重要になるゲームなのよ。そんなのこれまでなかった要素だもんな。基本的に2人で遊ぶってスタイルも新しかったわね。本作は、新時代の対戦ツール。とても印象深いタイトルだったわね。ゼータまではお店で遊んでたよ。この日、宇宙世紀0080。この戦いの後、地球連邦政府とジオン共和国の間に終戦協定が結ばれた。シードのやつは遊んでないのね。その頃にはもうゲーセンにあんまり足が向かなくなっていたのよね。家でオンラインゲームを遊ぶ時代に突入してしまった。ゲーセン迷いは案外金がかかるからな。つばちか。つばちか。無事にクリアできたところで今回はここまで。実はゼータガンダムの方も収録済みなのだ。この動画がよく回ったらすぐ出します。あかん感じなら忘れた頃に出します。あ、はい、了解です。画面2分割の同時プレイのタイトルって多分初めて、ぶっちゃけ見づらい感じではあると思うのよね。まあ、そこはカオスな部分も合わせて、下手くそなプレイをお楽しみください。私も久しぶりに遊んだけど楽しかったわ。アーケードでも結構バグが多かった気もするのよね。無印の時は結構フリーズしてたわよね。CPU に負けた瞬間にフリーズしてな。ゲームの途中だと訴えてクレジット入れてもらったわ。その時私も一緒にいたわ。ラルがずっと、部活なのだよって連呼してた時でしょ。おっちゃんがゲームに詳しくなくて助かったな。
セガの店員なら見抜いていたでしょうね。こんな感じにレトロゲームの話題や実況プレイをしているチャンネルだ。まだの人はぜひチャンネル登録してくれよな。トップページのリンクをクリックすれば X のアカウントにアクセスできるのよ。少し早めの投稿予定を知りたい人はフォローしてくれよな。その上にあるチャンネルの概要欄をクリックすると欲しいもやマシュマロを投げられるわよ。欲しいもは Amazon の欲しいものリスト。何かご支援いただければやる気ゲージがアップ。ゲージが溜まれば超必殺動画が出るかもしれない。動画へのコメントもお待ちしております。思い出話が大好物です。というわけで最後までのご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。また遊びに来てくれよな。またね。さすがに暑くなってきた感じがする。日中は扇風機を使ってることも多くなってきたわね。でもね、私知ってるのよ。日本って雨の多い季節があるのよね。九州の南部はすでに梅雨入りしているのよ。早くない？前年比で23日早いらしいわ。異常気象だ。去年は遅すぎたんやで。